最近ね、消費税アップとかインボイスとかですね、もういろいろなんか増税に関して文句ばっかり言うやつがいるんですけれども、正直みんないろいろ表向きのね、インボイスとかそういったものにすごく踊らされて、減税減税、減税しろ減税しろなんて言うんだけれども、僕いろいろやっぱりいろんな人たちとお話をして、財務官僚の人たちともお話しする機会があるんですけれども、そういったところでいろいろ見えてきたものを、これちょっとまとめて今お話ししたいと思います。そもそもね、経済対策っていうのは毎年今ぐらいの時期にですね、国会って1月から6月までやるんですけれども、秋の時期って政治家暇なんですよね。恒例行事みたいな感じでやってるわけですよ。なので政治家だからどうせならですね、本当はね暇だったら規制改革とかやりゃいいのにですね、結局政治家はばらまきっていうところにですね、結局行き着いてるんですよね。政府の人気取りにばらまきが使われてると、選挙で勝つためにね僕たちの税金が使われているということでですね、そのばらまきってのがまたクソみたいなばらまきなわけ。お買い物ポイントとか言ってますけれども、ポイント配るのってマイナンバーカードを普及させたいわけですよ。マイナンバーカードってもうみんな振り込めるようになったじゃない。そしたら電通とかのですね、中抜き広告代理店みたいなやつらに儲けさせることがなくなるわけですね。で、税収がね増えたから減税するっていうのはですね、そもそもね物価高に苦しむ世帯っていうのはですね、ほとんど税金払ってないんですよ。6割以上の人たち税率 5%、8割の人は税率 10% 以下なんですね。もう貧乏な人たちが減税を期待してもですね、減税なんてせいぜい消費税ぐらいしか多分分かんないと思うんだけれども、消費税って実は金持ちの方が全然絶対額払ってるんですよね。消費税を上げて、税収が増えるその財源は実は富裕層なんだよね。だから貧乏人は消費税上げた方が実はいいんですよ。だけど100円のものが110円になったらすげえ金払っているように思えるかもしれないけど、月に20万円しか使わない人って税金2万円しか払わないんだよね。っていうことはこれだって月にね1000万使う人って100万円払うわけじゃない。2万円と100万円どっちがでかいかって、これ100万円がでかいに決まってるんだから、金持ちから取ろうと思うんだったら消費税上げた方がいいんですよ実は。あとですね、そもそもこの国って毎年毎年大赤字なわけ。そこで国債を出して、それでなんとか予算をね消化しようとしてるわけだけれども、最終的に減税するとですね、若い人たちにツケが来るわけですよね。でこれ税金のことばっかりみんな考えるんだけど、実はめちゃくちゃ取られてるのって社会保険料なんですよね。で社会保険料って給料から天引きされてたりとかするんで、みんな気づかないかもしんないけど、これが高齢者の医療費とかに使われてるわけ。でも医療費っつっても認知症の薬とかですね、もう治らない認知症のための薬とか、井戸端会議をするために病院に来る老人とかに使われてるわけですよ。だけど有権者って老人が多いんで、社会保障費を減らそうとかそういう風にはならないんですよね。ということで、本当痩せ我慢のね減税とかよくわからないばらまきだけのですね経済対策に期待するんではなくて、スキルを身につけて転職したりとかですね、そうして収入をアップする方向に行った方が全然皆さん得をします。本当に所得税との8割の人が 10% 以下しか払ってません。だからいくら減税ってやったところでですね、大してあなたたちの収入は増えませんよっていうお話をしました。ということで、いってらっしゃい。